皆さん、こんにちは。こんばんは。ひろしちょうです。今回は、クローディアのテストサーバーでの性能解説動画にて、アスカ入りの編成がノーラ入りの編成より優れていた件について深掘りをしてみました。実装順では、後のノーラが編成から外れそうなのは一体なぜか。また、実戦では本当に外れるのか。それでは行ってみましょう。まずは、テストサーバーでのサボテン結果を見直してみましょう。武器、ボイ、貫突で比較をすると、ノーラ編成とアスカ編成で 5% ほどの差がついています。こうなったのは、バージョン 4.4 実装時に行われた各属性の武器が強化された際に、アスカにも大幅な強化が入ったことが原因だと考えられます。この時の強化で、アスカはスキルの追撃の倍率と突効果によるダメージが上昇し、元はノーラより低かった裏ダメージ性能がノーラを大きく超え、なんなら今回のクローディアすら超える裏ダメージを叩き出せるようになってしまっていたのです。ここで各武器のバフと裏ダメージを表にまとめたので見てみましょう。表を見ると、アスカの裏ダメージはノーラを超え、わずかですがクローディアよりも高いことがわかります。3世代先の武器にダメージで勝っている時点で何かがおかしいですが、その他のバフについても見てみましょう。アスカは物理ダメージに若干偏ってはいるものの、物理ダメージ、全属性ダメージ、最終ダメージの3つのバフを有しています。ノーラは全属性ダメージと最終ダメージ、そして耐性無視を持っていますが、サボテンでは耐性無視が反映されないため、実質サボテン結果に絡むバフは2つだけとなっています。攻撃力アップについてはノーラの方が高いですが、ステータスが高くなってきた現状はダメージアップ系のバフに比べて重要度は下がってきています。このことからサボテンにおけるノーラはバフの総量と裏ダメージの量でアスカに負けており、上回っている点も負けを帳消しにできるレベルではないことが今回の結果に現れたと推測できます。では、今後はアスカ編成が台頭して、ノーラ編成は消えてしまうのかについてですが、一概にそうとは言えないかもしれません。まず、今回の結果は、ノーラの耐性無視が考慮されていない点。そして、ノーラの裏ダメージが自身の周囲への範囲攻撃なのに対して、アスカの裏ダメージは付近のターゲットへの攻撃な点が問題となります。耐性無視が考慮されていない点については、サボテンの性質上致し方ないことではありますが、考慮した上でバフの総量を考えると、単純な合算でも、そして乗算した結果においても、ノーラ編成の方がバフの総量は大きくなります。そのため、次に鍵となってくるのは裏ダメージの差ですが、これも単体での計測になるサボテンでは、アスカが上回る結果になっていますが、ノーラは自身の周囲の敵への範囲攻撃であることから、起源の戦域などの対集団戦が想定されるコンテンツにおいては、総ダメージとしてはノーラの方が上回る可能性があります。アスカも表記上は付近の敵へダメージとなっているので、単体攻撃というわけではなさそうですが、当てやすさについては圧倒的にノーラの方が上でしょう。どちらかといえば、対単体を得意とするアスカと、対集団を得意とするノーラでは、活躍の場が違うことから、サボテン結果を受けて、単純にアスカ編成の方が全ての点において優れていると考えるのは、少し待った方がいいかもしれません。それでは、今回の内容をまとめつつ、試験を述べていきます。サボテン結果では、対集団の実戦を得意とするノーラは、バフと範囲攻撃の優位性を活かせず、アスカに譲る結果となりましたが、実戦においては敵の動きにあまり左右されることがなく、バフの点でも上回るノーラ編成に軍配が上がる可能性があります。そのため、本実装の際には、アスカ編成とノーラ編成の両方が場面ごとに使い分けられるようになる、というのが私の見解です。対単体ではアスカ、対集団ではノーラを優先する形になっていくことが予想されます。それでは、ここまでご視聴いただきありがとうございました。
今回はノーラが編成から外れるのかどうかについて深掘りをしていきましたが、いかがだったでしょうか？まだまだ編成全体での生存能力など、実践を通さないとわからない部分もあることから、場面ごとの最適編成には考察の余地がありますが、それもクローディアの本実装での調整次第なところがあるため、12月24日の実装に期待というところです。今回の動画が興味深かった、面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価、コメントでの応援をよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。お相手はひろししょうでした。バイバイ。